ボンジュール。このチャンネルではセーヌ川にまつわる動画をいくつかお届けしてきました。セーヌ一人旅と題したシリーズでは、2001年6月、私がセーヌの源流を初めて訪ね、セーヌの源流の番人ともいえる夫妻に出会ったことなどをお話ししています。生まれたばかりのセーヌ川の流れをもう少し見てみたいと思った私は、6月のその旅をさらに続けることにしました。過去の動画のリンクは概要欄にまとめてありますので、どうぞそちらからご覧ください。源流からブルゴーニュの田園を潤しながら50キロほど流れてきたセーヌは、シャティオン・シュー・セーヌでおそらく初めて牛よりも数の多いたくさんの人間が暮らす町というものを見ることになります。ディジョンから乗ってきた路線バスは、この町の中心とおぼしき場所が終点です。のんびりとした雰囲気の中にも、田園の村々とは違う賑わいがあります。道沿いに並ぶ建物は、だいたい3階建てか、高くてもせいぜい4階建てぐらいのものです。県道沿いから川の方へ歩いていくにつれて、三角屋根を乗せた家がぎゅっとまとまっているようになっているところがあり、そのあたりが旧市街、一番歴史のある界隈のようです。お祭りの日でもあるのか、川岸の通りにはにわか作りのテントが並び、ソーセージを焼いている煙も漂ってきます。川岸の木々が日陰を作るところには、何頭かの牛が休んでいたりして、町といえどもまだまだ自然と一緒の営みが残っているところなのだなと感じます。セーヌはこの辺りでも蛇行を繰り返しているので、町を歩いているといくつかの小さな橋を渡ることになるのですが、教会を見上げる場所の橋がなんともいい感じです。それは石を積み上げて作ったメガネ橋。橋のアーチは2つだけで、真ん中が盛り上がっている作りです。橋を形作っている石一つ一つはそれほど大きなものではなくて、おそらく子供でも運べたくらいの大きさで、画一的ではない様々なサイズのものがうまい具合に積み重ねられて、頑丈な橋になっています。どのくらいの年月を経たものなのか、石も継ぎ目も混然一体になって、まるで自然の創造物のような存在感すらあります。フランスの町や村は、教会の周りに家々が寄り添うようにして形作られているのが常ですが、ここシャティオンでは、高台にある教会のふもとのすぐそばを流れているセーヌのほとりに、人々が暮らしを結び続けてきたのだなと想像できます。ちなみに教会は10世紀終わりに建てられたものだそうで、なるほど解剖部の少ない窓の小さいロマネスク時代の特徴を持っています。そして近くにはブルゴーニュ公爵の城だったと言われる遺跡があります。
これもどうやら中世の建物のようで、今ではすっかり廃墟になってしまっていますが、歴史の厚みを感じさせる眺めがあちらこちらで目に入ってきます。人口5000人ほどの町ですから、それほど大きいとは言えませんけれども、町の紋章には青地に金色で百合をかたどった、いわゆるフランス王家の印がデザインされていますから、王族との関係がある土地ということがわかります。さらにもっと深く、この辺りの土地の歴史ロマンを感じさせるのは、町の博物館に収められている私の背よりも高い青銅製の壺の存在です。1953年1月、ラダム・ド・ヴィクス、ヴィクスの貴婦人、あるいはヴィクスの王女と言えるでしょうか。その墓が町の郊外で発見されました。それは紀元前500年のとても位の高い人の墓だそうで、車の上に横たわったその貴婦人は、ケルトの金銀細工の粋を極めた装飾品で飾られ、傍らにこのブロンズの壺があったのだそうです。高さ164センチ、重さ208キロ、1100リットルの液体を収めることができたという壺には、精巧な細工が施されているのですが、壺の首のあたりにぐるりと彫刻されているのはギリシャの戦士と馬たち。推定によると、この壺は南イタリアで作られたもので、それがはるばるこのブルゴーニュまで運ばれてきたのだとか。当時の人々が広範囲に行き来をして交易をし、壮麗な文化が花開いていたスケール感が伝わってくるようです。シャティオンシューセアヌでぜひとも訪ねるべき場所は、ルイの泉という場所です。丘のふもと、石灰岩の巨大な壁のようになった断崖の足元の部分が洞窟になっていて、そこから泉が湧き出してきています。あたりはピクニックができるような緑地で、地元の人々にとっての憩いの場ですが、旅人にとってはまさに一見の価値がある、胸のすくような眺めです。白い岩場から湧き出る水は、透き通った翡翠のような色をしていて、ひたひたと流れていった後にセーヌに注ぎます。ケルト人たちはそこを神聖な場所としていたというのももっともです。清らかな水の湧き出る絶景があることで、この場所が他のどの村よりも太古の昔から人々を特別に引きつけていたのだろうということが想像できます。さて、ちょっとおまけの話をしますね。町の地図をもらおうと、私は観光案内所を訪ねました。すると、この町がモンパルナスの危機の生誕の地であるのを知りました。モンパルナスの危機といえば、20世紀前半、パリのモンパルナス界隈を拠点に活動していたエコール・ド・パリのアーティストたちのミューズとして一世を風靡した女性です。画家のモジリアニ、キースリング、写真家のマンレイ、そして日本人アーティストの藤田嗣治も
彼女をモデルにした作品を続々生み出したという時代がありました。フランス語がまだ稚拙だった私が観光案内所でどうしてそれを知ったのかというと、キキを特集した日本の雑誌がそこに置いてあったからでした。この写真に写ってるこの橋、これは私の橋だよ、といかにも人の良さそうなムッシュがその雑誌のページをめくりながら日本人一行8人の取材班を案内して回ったという話を私に聞かせてくれました。1日に3本しかない路線バスに揺られてはるばるやってきたこの街で、日本人というのは世界中本当にどこにでも行くんだなと私は感心してしまいましたが、かくいう私もその一人ということに違いはありませんでした。